エミの日本語ラジオ。どうもこんにちは、エミです。いつもポッドキャストを聞いてくれてどうもありがとう。でも最近あまり更新ができなくてどうもすみません。最近どうもお天気が悪いですよね。皆さんはこのどうもという言葉の意味が理解できますか？日本人の会話を注意して聞いていると、どうもという言葉をいろいろな場面で本当によく使っていることがわかりますよね。このどうもという副詞はいろいろなシーンで使えるとても便利な言葉です。その反面、使い方を間違えるととても失礼になるので気をつけなければなりません。いろいろな使い方がありますが、一番よく使うのは強調するときです。例えば、とてもよく使うのが、どうもありがとうございます。これは感謝の気持ちを伝えるフレーズですよね。どうもは強調なので、ありがとうございますだけより、どうもありがとうございますの方が感謝の気持ちが強くなります。そして、どうもすみませんでした。これは謝罪するときに使うフレーズです。こちらも単にすみませんでしたというより、どうもすみませんでしたという方が謝罪の気持ちが強くなります。同じように謝るとき、どうも失礼しましたというフレーズもよく聞きますよね。そして推測するときにも使います。例えば、どうも彼女の様子がおかしい。これは彼女の様子を見ていると、何かいつもと違うような気がして、理由はわからないけどおかしいと感じる。そういう時に使います。他に、彼はどうも日本が好きではないらしい。実際に彼が日本が好きじゃないと言ってるわけじゃないけど、彼の態度や反応、行動から多分好きじゃないんだろうと感じるときにこう言います。他には、原因がはっきりわからないとき。例えば、なぜかわからないけど体がだるいとか元気がないというときに、どうも体調がおかしいと言います。また、どうも気分が悪いって聞いたことがありますか？これは具体的な理由はないけど、なんとなく気分が悪いときや、直接何か悪口を言われたわけじゃないけど気分が悪い。そんな時にこう言います。あと、どうもうまくいかない。一生懸命やっていて悪いところはないと思っているのにうまくいかない。そんな時、どうもうまくいかないと言ったりします。満足できない、納得できないという気持ちも入っています。このようにたくさんの意味や使い方があるどうもという言葉ですが、実はとても便利であり、同時に危険な言葉でもあるんです。だから注意も必要なんです。冗談でですが、この言葉だけ知っていると日常生活で困らない。外国人にとって一番便利な言葉と言われたりしています。そしてこれも半分冗談でですが、使い方を間違えると失礼になるので、教師には教えない方がいい言葉とも言われています。実はこのどうもという言葉、こんにちは、ありがとう、すみません、さようならなどの代わりに使うことができるんです。こんな挨拶の会話を聞いたことがありませんか？ああ、山田さん、どうも。あ、鈴木さん、昨日はどうも。いえいえ、こちらこそ、いつもどうも。このような会話をよく聞くと思いますが、意味がわかりますか？どうもばかり言っていますよね。実はいろいろな言葉が省略されています。省略しないで言うと、ああ、山田さん、どうも、こんにちは。ああ、鈴木さん、昨日はどうもすみませんでした。いえいえ、こちらこそ、いつもどうもありがとうございます。こんな感じかな？これなら意味がわかりますよね。つまり、こんにちは、すみません、ありがとうなどの大切な言葉が全部省略されているんですよね。これでも意味は通じるし、友達同士では OK です。ただ、
カジュアルな場面以外ではとても失礼になります。感謝を伝えたいのにありがとうを省略してどうもだけ。謝りたいのにすみませんを言わずにどうもだけ。これでは当然失礼ですよね。別れる時もまた明日さよならという代わりにまた明日どうも。これも失礼です。たださっきも言ったように意味は通じるし、私たち日本人もよく使います。でも使う相手、状況をよく考えながら使うのをおすすめします。失礼にならないように気をつけましょう。今日はどうもという言葉についてお話ししました。最後まで聞いてくれてどうもありがとうございます。それではまた次回のポッドキャストをお楽しみに。さよなら、バイバイ。